はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はこちらの OLAV から出ている London Fog というスイッチの紹介をしていこうと思います。はい、まずは外観見ていければと思うんですけども、見ていただいて分かるように London Fog という風に名付けられているように、ロンドンの霧のようなですね、色合いをしているような感じです。私ちょっとロンドン行ったことないんですけれども、とはいえちょっと霧がかったような、ブルーにクリーミー色のステムをしているという形でかなり可愛らしいというか、綺麗だなというようなスイッチになってます。で、ピン数は、5ピンになってますので、この辺は安定感があるようなスイッチなんじゃないかなと思います。それではスペック見ていければと思います。はい、見ていただいて分かるように1個あたりのスペックは 0.45 ドルという形なので、日本円で60円とかそれぐらいのお値段で、一般的な値段よりも多少安めかなと。タイプはリニアとなってまして、トップハウジングが PC、ボトムも PC、そしてステムが UPE になっているような感じです。で、スプリングが 20mm のシングルステージという形になってますので、長めだなという印象かなというところですね。で、トータルトラベルが 3.6mm ということで、通常 4mm が多いので、そこから考えると少し短めという感じです。で、ボトムアウトが 60g、で、ファクトリールブが Yes というような形になってます。で、最近ですね、私、いろんなスイッチ試してるんですけども、このステムが UPE のものだったり、あと LY だったりっていうような形になってくると、意外にコトコト感、チョッキーな音になりやすいなというのが個人的な気づきではあるので、今回のこの London Fog のスイッチもですね、かなりそこが期待を持って買ったような感じになってます。あとですね、ロングの 20mm とかそれ以上のスプリングの方が私はクッション性がある方が好きだなというような自分の中での気づきもあったので、かなりこのスイッチそういう意味でも 20mm っていうところもですね、気に入っているポイントという感じです。で、ボトムハッタウドフォース 60g という風なところなんですけども、このあたりの重さは人によって重いと感じる方もいるかなと思いますが、ただ先ほどの言ったようにロングなスプリング 20mm のスプリング入ってますので、その 60g を感じさせないようなクッション性が入っているというところがこのスイッチの特徴かなと思ってます。はい、それでは早速音を聞いてもらえればと思います。まずはスイッチ単体の音です。はい、そしたらいかがだったでしょうか。はい、かなりスムーズに入っていくような形ですので、ファクトリールブがされていたとしても足りないなって思う時やっぱ多いんですよね。ただこのスイッチに関してはファクトリールブで全く問題なくカセレオンとかがスプリングのカシャカシャって音が聞こえないので、私の耳に関しては特にですね。はい、なのでこのまま使えるという点はすごくいいんじゃないかなというところと、スムーズというよりは先ほど申し上げたようにチョッキーなような音に近い形がちょっとこの単体からは聞こえてくるので、これをキーボード全体に入れた時にどんな音になるのかっていうのはぜひ楽しんでもらえればと思います。はい、そしたらですね、次はキーボードにスイッチ入れたので、この音を聞いてもらえればと思います。はい、いかがだったでしょうか。かなりチョッキーな音が聞こえてきたんじゃないかなと思います。ちょっとせっかくなので、こちら今、セラキーというセラミック製でできたキーキャップを取り付けてるんですけれども、GMK のチェリープロファイルのキーキャップの場合の音ちょっと聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。全然ですね、このキーキャップを何にするかによって音が変わったかなと思います。先ほどの GMK のキーキャップだと、このチョッキーな音がほとんど消されちゃってるのがわかるかなと思います。なので、もしこのキースイッチを入れて、チョッキーにしたい場合には、ぜひこういうセラキーのような重いスイッチですね。セラキー自体はセラミックでできているかように重さが重いのと、あと厚さがあるということで、こういうチョックな低音が出やすいようなキーキャップになってますので、そういうものを選んでいただくか、あとは SA プロファイルのように高さがあって、ある程度厚みのあるキーキャップを選んでいただくような形にしないと、このチョッキーなサウンドはちょっと出てこないかなと思いますので、その点は注意いただければなと思います。
はい、それではプロ&コンズという形で良い点悪い点お伝えできればと思うんですけれども、まずはいい点をお伝えできればと思うんですが、主に2つあるかなと思ってます。まず1つ目は、もうこのチョッキーなサウンドを楽しめるというところは本当にあります。この音、僕は追い求めてずっと探してたんですけれども、ついにたどり着いたという形のぐらいの出会いでして、すごく衝撃的で、頭をトンカチで殴られるぐらいめちゃくちゃ出会いが最強でした。なので、それぐらいチョッキーなサウンドを求めている方っていうのは、このロンドンフォーグのスイッチ、お勧めしているという感じです。続いて2つ目というところなんですけども、価格がアフォーダブル、お手頃価格で購入できるといいのかなと思ってます。先ほど見ていただいたように、1個あたり 0.45 ドルってかなりお手頃価格で購入できるという点になるかなと思いますので、そういう意味でも非常にお財布に優しいキースイッチだなというような印象です。続いて悪い点というところなんですけども、強いて言えばというところなんですが、先ほど聞いていただいたように何のキーキャップをつけるかによってチョッキーじゃなくなる可能性が全然ありますので、そういう意味では、それはしょうがない。このキースイッチのせいではないんですけれども、しっかりキーキャップを選んであげないと、チョッキーなサウンドが出ないので、その点はちょっとご注意いただければいいんじゃないかなと思います。ただ、総合的に考えるとめちゃくちゃ私は、お手頃価格だし、チョッキーなサウンドを求めているという方にはおすすめなスイッチという感じです。はい、それでは総合評価というところなんですけど、私は4.5 から5ぐらいを上げたいようなすごい好きなスイッチになってます。先ほども、いい点の方でもお伝えした点と被るんですけれども、チョッキーなサウンド、手頃な価格、そしてオイルブいらないというこの点考えるとめちゃくちゃすごいいいキースイッチかなと私は思ってますので、そういう意味でもチョッキーなサウンドを求めている方はぜひこれ購入してみるといいんじゃないかなと思います。はい、それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もこんな感じでキースイッチのレビューしていきたいなと思ってますし、キースイッチだけじゃなくキーボード、あとはキーキャップのレビューもですね、引き続き上げていきたいなと思いますので、ぜひ今後もですね、サブスクライブ、チャンネル登録していただいて見ていただければ幸いですという感じです。それでは今日はご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。